ましたね。着きました。台湾ですよ。台湾。初めての台湾ですね。初めての台湾、嬉しい。嬉しいね。台湾ずっとあなた来たがってたもんね。台湾の私たちどこに来たんですか？高雄ですね。そうです。英語ではね、ガオシェンっていうのかな。もう台湾の一番南です。南なんですね。台北とは反対側。もう台湾の一番南にあるので、めちゃくちゃ暑いですね。めちゃめちゃ暑い。湿度があるね。湿度もあるし、気温も高いし、35、6度あるのかな。ありそう。やっぱ沖縄の夏とかさ、東京の夏、ちょっと似てるよね。似てるね。街の雰囲気もね、やっぱ日本にそっくりだから。本当。ちょっとね、駅の方とかね、なんかハマシェンかな。ハマシェン。そこら辺に行くとね、なんかね、函館っぽいんだよね。路面電車とか通ったり。で、海の方に行くと、横浜とかお台場のような。すごい似てる。おしゃれな雰囲気があって、いい街だね。なんか海外とは思えない。そうだね。ちょっと親近感があるよね。というわけでですね、まあ台湾に来て朝ごはん何食いたいかなと思ったんだけど、もう俺のわがままでここにしました。ルーローハンとか小籠包って有名じゃん、台湾で。もうそれを差し置いて、私はシャオピンなんですよ。シャオピン。はい。焼いたお餅。焼き餅。そう。フージャオピンとか有名なの知ってる？胡椒餅。そう、胡椒餅。私のようなね、30代、40代の日本人男性にとっては、多分フージャオピンって相当メジャーなんですよ。そうなんだ、ね。はい。ちょっと前、20年ぐらい前にね、漫画でフージャオピンが登場しまして、紹介されまして、それで私たち、多分過半数以上がフージャオピンを知っています。じゃあ漫画で知った。なので朝ごはんはどうしても私がシャオピンを食べたくてですねこのシャオピンの名店に今日あなたを連れてきました。いやすっごい美味しそう。もうすごい美味しそう。もう食べてないけど美味しそうもう雰囲気とさ、もう後ろで焼いてるけど、その焼いてる匂いが、香ばしい匂いがいい香り。撮影しててもたまらなかったよな。香ばしいね、本当香りが。すごい香ばしい。そんなわけで台湾一発目の朝ごはんシャオピンをいただいてみちゃってください。じゃあ4種類買ったんだよね。4種類ね。そうでこれちょっとネギって書いてあるから。そう豚肉とネギが入ってて、お惣菜パンみたいな感じだった。いやもうね、生地がサクサクっていうの、まあ食べなくても分かる。もう分かる。触ってて分かる。ちょっと固めだけどパリパリしてる。本当に。もうね、生地は甘い香りがするね。甘いんだ。何小麦粉なんだろうか。小麦粉の甘みのなんか小麦粉になんか塗ってて。そうなの。生地になんかね、練り込んでた。なんかピーナッツバターみたいなそう何かわかんないけどピーナッツバターみたいな塗ってた。あれがちょっとほんのり甘い香りをさせてるのかもしれないね。ちょっとちぎってね。うわうまそう。うまそう。何が入ってる？豚ひき肉とネギと胡椒らしき黒いつぶつぶがあります。ブラックペッパーみたいなのがいっぱい入ってる。ある。だからフージャオピンと似てると思うんだよね。名前は違うけど。じゃあ食べてみてください。うわ羨ましい。うわサクサクしてそう。おいしい。おいしい。もうサクサク。サクサク。もうクリスピー。パリパリ。なんかパイ生地みたいな感じ。パイ生地。本当に。で胡椒すごい効いてる。もう胡椒好きにはたまらないね。もう俺胡椒好きなんですよ。絶対好きだと思います。本当。で豚ひき肉の肉のこの脂、甘くてすごい美味しい。もう生地と合ってる。パリパリサクサクのパイ生地のような生地とぴったり。あんが合ってる。うまっ。塩味とか強いの？こんなね、素朴な感じ。ちょうどいいよ。ちょうどいい。しょっぱすぎないし、薄すぎない。マイルドすぎないし、しょっぱすぎない。絶妙です。絶妙な。やっぱ生地が美味しいね、食感がね。この焼き方がいいよな、やっぱな。やっぱさ、オーブンとかでさ、近代的に焼くのも、間違いないと思うよ。均一に焼けるじゃん。どのシャオピンも同じように焼けるのがオーブンとかを使って焼くスタイルだと思うけど、やっぱこういうさ窯を使うとさ、上の方で焼いたのと下の方で焼いたので焼きムラができるから、時間差でね焼き手が決めるじゃん。上の方は早く取って下の方はもうちょい焼いてみたいな、そういう焼き加減をさ調節してたじゃん。やってくれてるんだね。それがさいい味出すよな。おいしい。おいしい。
毎日これでいいかも。毎日朝ごはんはこれとあソイミルクでいい。豆乳これ豆乳ねすごい合う。合う。うんその豆乳いただいたんだよね。ご厚意でありがとうございます。濃厚で豆乳の甘み、豆の甘み、うん大豆の甘みがうん効いてて、このセットぴったり。日本で言ったらあんパンと牛乳だ。うんあ、じゃあ次のね、お、次の餅いってみます。お芋って書いてある。芋って書いてあるね。それね、多分タロイモです。タロイモ。おおタロイモって日本だとあんま食べる機会ないよ、うんでも台湾だと結構メジャーな芋みたい。へえ。じゃあ早速、はい、なんかさつまいもみたいな感じらしい。あ、なんか日本の白あんみたいな。あ、そうだね。あんこみたいだね。あんこみたい。うん、うわ、いただきます。ほいほい。うん。美味しい。美味しい。あ、甘さ控えめだ。甘さ控えめうの芋、うんうん。さつまいもみたい。さつまいもみたいだし、うん、やっぱ白のあんこみたい。見た目だけじゃない。あ、じゃあ白あんですこれって言われたら、あ、白あんだ美味しいってなるぐらい。思っちゃう。あ、そうなの。でも、うんやっぱちゃんとお芋。芋、うん。ホクホクした感じがある。うんうん。あ、おいしい。やっぱスイーツ感が出る。うん。スイーツ。じゃあ次は次なんですか。お砂糖の糖。まあ多分ね、中に砂糖がいっぱい入ってるんだと思うんだあけど、、そのままなんだよ。そのまま。優しいお砂糖の味する。うん。どんな感じなの？なんかね、焼きトーストトースト？の上に砂糖塗ったようなのと、んあとビスケット。ああ、はい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 。ビスケットね。うん。サクサクしててブラウンシュガーが溶けたうんビスケットのような食ビス感で、ケットだ。うん。これは本当おやつだわ。おやつだ。子供に人気がありそうだ。うん。うん。じゃあ最後、それは多分小豆だと思うんですよね。紅豆って書いてあったんで、あ、本当だ。焼き目がこれすごい綺麗。見た目綺麗だよな。ねえ。うわ、アンパンだな。小豆だ。久々だな。もうアンパン食べるの1年ぶりくらいだな。いや、いただきます。はいいやもう絶対うまいじゃん。日本ではなかなかないアンパンでしょ。うん。だって日本のアンパンでそんな外がサクサクしてるクリスピーなアンパンってあんまないよね。確かに初めてだわ。ね。あ、でも中はまた品のいい甘さ。何？小豆？うん。まるで京都のぜんざいを食べてるような。でもそのぐらい高級な味がする。本当に、うん和三盆とか使ってんのかな。使ってそう。それすげえな。この値段25元じゃやれないから、さすがに和三盆はねえと思うけど。でも和三盆入ってますって言われたらちょっとああ、わかるって言っち言っちゃう。ゃうぐらい上品な小豆の甘さなの。うん。うわはい、着きまし着きた。ました。暑い。熱とにかく今高尾暑い。熱今自転車乗ってたらあなた滝のように汗かいてましたね。ちょっともう手が止まらなくて。大丈夫ですか？というわけでですね、はいちょっと冷たいスイーツを食べてクールダウンしようということで、何を食べに来たんですか？豆腐。そうです。台湾といえばやっぱりこの豆腐のスイーツ、トーファーが有名ですから。そしてですね、はいこのトーファーのお店はなんていう名前？金柑豆腐。そうなんですよ。金柑のトーファーなんですよ。珍しいよね。珍しい。私たちのイメージ、金柑ってどういう時に食べる？喉が痛い時。あ、そうだね。日本人だ私たちからすると金柑っていうとのど飴の印象が強いけど、なかなか金柑を食べることが日本ではないけど、うんこれ台湾では結構メジャーなのかもしれないよね。うん。じゃあ今冷たいうちにどうぞどうぞいただいちゃってくださいめちゃめちゃ綺麗。ね。なんか見た目絹ごし豆腐みたいだよね。うん。うわー、プルプルそう。美味しい。美味しい。滑らか。滑らか。うわ
結構甘いの？そんなに甘くない。あ、そんな甘くないんだ。あ、じゃあもう素朴な優しい感じの蜜で、爽やかな甘さ、で金柑の香りとかがこう移って、金柑の香りがその蜜、蜂蜜なのそれ。そう。爽やかにしてるんだ。豆腐の味とかもさ、結構主張するの？いや、そんなに。あ、主張はそんな強くない？ほのかに。あ、ほのかに豆腐の香りとか風味を感じられるぐらいで、やっぱ金柑蜜の甘みが豆腐をスイーツにしてる。してる。豆腐がスイーツになったら本当にね、珍しいよね。やっぱ私たち日本人の感覚だとさ、一般的にはやっぱしょっぱくして豆腐を食べるじゃん。どうやって食べるっけ、日本では？醤油とか醤油、生姜。そうだね、冷ややっこだね。あと鰹節を上に振りかけて冷ややっこにして豆腐を食べるし、お味噌汁の具材とかにも豆腐入れるよな。そうだ、しょっぱい感じで食べる。そう、それが日本人の豆腐の一般的な食べ方だけど、台湾は甘くして食べるのがポピュラーなんですかね。スイーツとして食べるんだね。ね、面白いね。面白い。そして美味しいと。めちゃめちゃ美味しい。金柑食べていいですか？あ、どうぞどうぞ。金柑と一緒に。うまい。喉に良さそうだ。甘酸っぱくて。甘酸っぱい。めっちゃキリッとしてて、あ、結構金柑の酸味がキリッとして、そして蜜が甘くて、この暑さの中、お口がさっぱりする。あー、やっぱ高は暑いからね、汗だくだからね、こういう酸味がある甘酸っぱいキリッとしたものを食べると口の中もリフレッシュするような、着きました。船に乗って来ましたけど、ここはどこなんですか？鬼神島というところに来ました。鬼神島、鬼神島、なんかね、もともとは陸続きだったらしいんだよね、ここの鬼神島っていうところは。でもあえて船の航路っていうのかな、その船を通すために島にしちゃったんだって。あ、そうなの？人工的にもう回路を作っちゃったんだって。だから船でしか来れないんですよ。すっごい綺麗な景色でした。5分ぐらいね、船乗って優雅なひとときをあなた味わっていたけど優雅でね、わざわざこの鬼神島に来たのには理由があるんですよ。景色だけじゃないんですよ。何を食べに来たんですか？このニューローメン。はい、こちらですね。美味しそうですね。めちゃめちゃ美味しそう。すっごいいい匂いすんな。いい香り。お店の人もいい人だったしな。めちゃめちゃいい人ね。で頼んだのがそちら何ですか？汁ありのニューローメン、汁ありニューローメン。もう台湾高雄といったらもうこのニューローメンが一番有名なんじゃない？ニューローメンって大きく分けて2種類あるの知ってる？2種類？2種類。あ、白いスープの、そう、透明なスープのニューローメンと、このオーダーしたのはなんか醤油の色のような。そうですね、醤油ベースのちょっと色の濃い紅の赤いニューローメンです。これがね、高尾の名物らしいんだよ。ガオション名物らしいんだよね。いや、美味しそう。はい。で、そちらがもう一個が汁なしの、ニューローメン。まあ汁があるかないかの違いですね。おなじみだよね、私たち日本人にとっては。日本でもこういうラーメンのようなものはあるからね。ただこれの台湾バージョン、高尾バージョンでございます。ともう一つなんかお惣菜がありますけど。あ、これはサービスでいただいた。あ、お店の人に。はい。何ですかそれ？メカブみたいな。あ、そうだね、海藻だね。メカブじゃなくて、あ、ワカメかな。多分ワカメの佃煮みたいな感じかな。お店のねご厚意でいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お店の人に感謝して。はい。じゃあ麺伸びちゃうからいただきますか。いただきます。はい。じゃあまずこの汁あり麺、汁ありのニューローメンから、それが独特らしいからね。
うわ見た目は結構醤油ベースの、日本でいうと醤油ラーメンみたいな色してるよね。でちょっと油が浮いてて、牛肉の油だろう。いい香り。八角の甘い香り、いいですね。匂いはパーフェクトですね。パーフェクト。じゃあどうぞどうぞ。美味しそう。うわうわ美味しい。たまらない。たまらない。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。すっごいまろやかでね、もう牛肉の旨味、コクすごいね。もう牛肉の出汁がすっごいスープに溶け込んでんだ。それとね、全然しょっぱくない。そうなの。優しい味。なんか日本のさラーメンのスープみたいで結構しょっぱそうなさ見た目してるけどね。いやー、ちょっと止まらないぐらい何回も本当に飲みたくなる。結構あっさりしてるまろやかなマイルドなスープで、日本人ってさ八角シナモンとか五香粉の匂い好きじゃないじゃん。大丈夫なの。全然気にならない。そんな強くないんだ。食べやすい。じゃあ日本人にも食べやすいね。いいね。いやすごい。ちょっと麺伸びちゃうからさ早く食べちゃった方がいいよ。じゃあこの麺ね、平打ち麺。そうだね、平打ちの縮れ麺だね。卵は入ってるの？いや多分入ってないね。卵麺ではなくて小麦粉でできたうどん、なんだろう、きしめんみたいな感じかな。きしめんみたいだね。じゃあどうぞどうぞ。つやつや。ね、いい色してるね。美味しい。やばい。やばい。もちもち。弾力が。でもなんて言うんだろう。スーッとこう溶けちゃう。喉越しはいいんだ。口の中でスルスルスルっと。スルスルスルっと。喉につっかえる感じとかはないんだ。ボソボソしてない。じゃあもう日本のうどんにちょっと似てるね。似てる。似てる。似てる似てる。麺美味しい。美味しい。すごい笑顔で食ってんね。めちゃ。うわ。本当今俺撮影してる画角から見ると平打ちうどん食ってるみたいな見た目だけど、わざわざ紀信島まで来た甲斐があったな。すごい来てよかった。いやでメインのこの牛肉いってみます。いやこれがメインだからね。絶対長時間煮込んであるんだろうね。ね。どうぞどうぞ。噛みしめてるね。おいしい。おいしい。もうね、スープがしみしみ。しみしみ。牛肉の中にこのスープの旨味もしみしみで、スープにもビーフの旨味がしみしみ。相乗効果だね。赤身肉。赤身肉で繊維があるんだけど、柔らかい。柔らかい。口の中に残らない。ほろほろほろっと口の中でほどけていくような感じだ。ブリスケットかなんか使ってんだろうね。赤身肉、うまい赤身肉だ。じゃあ続いてはそっち食べてみます。混ぜそば、汁なし乳老麺ですね。たっぷり混ぜてください。もうそれがね混ぜそばのうまさの秘訣だと思います。日本でもさ混ぜそばってよく食べた？いやあんまり食べなかった。そうなの？汁ありのラーメンとか。ラーメン派だった。つけ麺とかラーメン派で、油そばとか混ぜそばはあんまり食べてこなかった。あんまり食べてこなかった。じゃあ台湾の本場の混ぜそばをいただいちゃってください。美味しそう。美味しそうでしょ。ニンニクの香りがすごい。ニンニクの香り。いただきます。どうぞどうぞ。あなたニンニク大好きだから絶対好きだと思いますよ、そういうの。うめえだろ。初中国語出てきちゃったね。このもちもちな麺とニンニクとこの八角の相性が抜群だ。パンチの効いたニンニクの強い香りが甘い八角の香りを引き立ててる感じだ。八角の香りがすごいいい香り。ふわーっと鼻抜けてく。で程よく、なんだろう、オイリーって言っていいのかな。油そばだからね、混ぜそばっていうのはやっぱ味が濃くてちょっとオイリーなのが特徴だと思うから、日本の混ぜそばもそうだからさ、味がしっかりしてるね。しっかりしてる。
いやもう絶対あなた好きだよね、こうニンニクが効いててちょっとオイリーなこの汁なし乳老麺。美味しいでしょじゃあ最後にお店の人にいただいた海藻の佃煮をはい。食べてみてください。美味しいやばい。やばい。美味しすぎる。どんな味すんの？ス昆布？あ、酸っぱいのちょっと、うん。磯の香り。海の香りも程よくして、うん。その唐辛子がいいよね。いやーうまそう。もうあなたアジアを旅しまくってきて唐辛子好きになってしまいましたからね。まあ、そこまで辛くないでしょ。うん。あまり辛くない。だろうね。やっぱ唐辛子3本ぐらい欲しいよ最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。